こんにちは、みるみるです。日々コナン TCG 公式 X にて公開されている西と東のコンタクトの新カード情報にて、一応予想されている枚数の青と緑のカードは全て公開されました。独断と偏見で注目カードをご紹介します。まずは青の注目カードをご紹介します。もともと青のデッキは第1弾のカードプールでは少年探偵団デッキと青の単体性能が高いカードで構築された青単の2種類のデッキが構築されていました。まずご紹介したいのは ID0176 の毛利蘭です。絆工藤新一によってターン1で推理かアクションをした際にリムーブエリアの木先エリを含む毛利探偵事務所のキャラを登場させる効果と、相手ターン中現場リムーブ時にリムーブの工藤新一を手札に加える効果があります。今回の段で木先エリを含む毛利探偵事務所が実質的にカテゴリ化され、それをサポートするカードが増え、一段のカードプールではややまとまりが悪かった毛利探偵事務所デッキが本格的に構築できるようになりました。青の SR を飾る工藤新一はノーコストでレベル7以下のキャラをデッキ下に移す効果と、宣言ターン1で毛利蘭の LP を打ち上げる効果があります。先ほどの毛利蘭とシナジーがあることはもちろん、レベル2の毛利蘭を LP2 にする運用も可能ですね。またレベル7の毛利小五郎は自分ターン中レベル5以下の青キャラの AP を1000上げる効果と、ターン1で木先エリを含む毛利探偵事務所のキャラがアクションした時1ドローの効果を持っています。毛利探偵事務所のサポートだけでなく、少年探偵団デッキにも投入が検討できそうですね。そして沖野陽子は毛利小五郎専用サポートともいえるカードで、毛利小五郎に AP 足す2000と突撃を与えます。第1弾の毛利小五郎は突撃を与えるために刑事らしくを使っていましたが、第2弾からは青単でも突撃を与えられそうですね。青単で突撃といえばガジェットの特徴を持ったイベントカードが角色で登場します。青ではターボエンジン付きスケートボードが登場し、レベル7以下のキャラに突撃を与える効果を持っています。またひらめきもこのカードを手札に加える効果を持っているのも優秀ですね。少年探偵団デッキも強化され、なんといってもイベントカード少年探偵団の活躍は見逃せない効果を持っています。好きな数のレベル5以下の少年探偵団に突撃事件とアクション時1ドローをそれぞれ与える効果を持っており、相手の証拠が溜まったところを一気に逆転に持ち込んだり、赤の証拠をあえて与えるカードと組み合わせて使ってみるのも良いかもしれませんね。第2弾では角色にターン時限定の AP 足す3000のカットインが登場しますが、仮面刃はレベル5以下の特徴少年探偵団のカットインに使うと相手ターンでも AP 足す3000という破格のカットイン性能を持っています。またひらめきも現場に少年探偵団がいれば2ドローと強力です。レベル5の少年探偵団には AP6000 のコナンや AP5000 のゲンタがいるため、仮面刃が手札にいれば AP8000 のキャラも対処できるため、少年探偵団デッキには3枚投入したいカードですね。続いては緑のカードです。なんといっても SR を飾る服部英二でしょう。このキャラにカードがセットするたびにアクティブと突撃を得るターン2の効果と、ターン1で自力でデッキの一番上のカードを裏向きセットできる効果を持っています。言うまでもなく単体性能で見ればぶっちぎりの性能を持っています。他の裏向きセットギミックを持つカードも粒揃いでして、遠山和和は自分の裏向きセットカードをリムーブするとキャラを1枚スリープにできる効果を持っています。最近採用率が高いスタートデッキの遠山和和と能力は相互互換ですが、裏向きセットギミックを活用するデッキでは毎ターンスリープ効果を打ってくる恐るべきキャラとなっています。また SR のより無我は緑イベントカードサーチとターン終了時にセットカードがあるキャラをアクティブに戻せる効果を持っています。緑のイベントカードとしてはセットカードを2枚リムーブすることで打てる制約のない除去の視力を尽くして、緑の探偵にセットでき突撃キャラとアクティブ指定アクションを得るヘイジのバイク、そして相手のキャラを全てスイープさせるのに伊達や坂田という名前のイベントカードが収録されます。特に伊達や坂田は発動条件はあるものの、緑デッキならほぼ自然に達成できるため問題はありません。相手キャラを全てスイープさせるということは実質的にミスリードや中森青子を無効化し、緑全員に実質的にブレッドを与えると言っているようなものですからね。これでレベルが7とかならわかりますが、レベル5なので展開の最後に打てる軽さも異常です。話は変わって、そんな緑の高い AP 対策や白の変装なども含めてコンタクトでの処理が難しいので、ジンの兄貴の採用が緑を含め各デッキで検討されていますが、カットインのメタカードとしてセットカードを2枚リムーブすることでカットインを無効にできる服部平蔵が登場するので、緑デッキを突破するのは一苦労しそうですね。また大岡もみじは自分ターンに相手のセットカードがリムーブされた際に自分のキャラにデッキトップ裏向きセットして1ドローという
緑ミラーマッチした際に活躍しそうな効果を持っています。鬼丸武士は突撃キャラを持っており、さらに相手の現場のキャラがアクションする際に強制的にこのカードを指名させる効果を持っています。事件にアクションすることで効果を起動していく赤には天敵になりうるカードですね。沖田総司は相手のキャラ全てを AP-1000 にすることができ、単体で AP7000 のキャラを対処できる優秀さを持っています。好戦的なキャラが目立つ緑ですが、綾小路文丸は相手がアクションするとターン1で1ドローする厄介な効果を持っています。以上で西と東のコンタクトの青と緑の注目カードの紹介を終わります。そういえば緑赤と緑黄の事件カードが初登場しますので、緑で全ての多色デッキが構築できるようになりました。個人的には緑白や白緑デッキを組んでいるので、探偵甲子園の CP カードが欲しいですね。次回は白赤きをまとめて紹介します。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。